皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の11月の29日金曜日ですね。時間がまたしても遅れまして、現在日本時間の夜の9時46分ということで、1時間、16分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、えーと、今我々が生活している社会は資本主義の最終段階である超金融資本主義社会であると、このナンバー1ですね。ということで、我々が一体、人類の歴史の中でどのような段階で、生活しているのかというかなり俯瞰的な見方をですね、する必要あるんじゃないかということで、今日の金曜日の放送を始めたいというふうに思います。で、最初は、最新のお知らせとして、昨日木曜日ですね、3週間ぶりに、放送を開始しました昨日木曜日のワイワイニュースライブのメインテーマ、我々の市民革命政権が目指す社会とその基本政策とは何かと、ナンバー1ですね。これの表紙をですね、 YouTube 向けの表紙をこのように、書いて、いただきました。市民革命政権と目指す社会とその基本政策の1ということです。いいですね、これね、自由の女神に率いられた革命運動ですね。ということです。そして現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが351名と、から YouTube がですね、珍しく少ないんですね。おそらく3週間のお休みがあったんで、少なくなったと思うんですけど、そのうち回復すると思いますけど、292名ということで、2つ合わせて643名様ということです。そして、次に、昨日も案内しましたけど、明日土曜日11月30日午後5時7時で第25回目の根っこ勉強会を開催し、ワイニュースライブでライブ中継しますということです。そして、テーマはですね、一つのテーマではなくて、前回から各パネラーが独自のテーマを、最初提起すると。でその後、全員で討論するという形式なんですね。それで各パネラーのテーマですけど、天野元康さん、2020年開始予定の Facebook 仮想通貨リブラとは何なのかということですね。から大津恵子さん、日本人を思考停止させる天皇制とは何かということです。それから三角正さん、今問われている表現の不自由とは何かということです。そして、私ですね、実体経済の数十倍の規模を持つ金融経済に課税して超金融資本主義を終わらせる市民革命が今全世界で必須だと、必要だというのが私のテーマです。ということで、ぜひ、お時間がありますれば、明日の午後5時から開始します第25回目の根っこ勉強会、ライブ中継しますんで、ぜひ視聴してください。そして、情報拡散してくださいということです。そして今日の画像ですね、今日の画像3枚ありまして、1つは、今日のトピックスのトップに、東京新聞の記事を取り上げたんですけど、その記事に掲載されてた図表ですね。これはリーマン類似と投資急増、農林中金など3社 CLO 計12兆円という記事なんですね。これは11月の27日、東京新聞。昨日、おとといですね。で、この CLO といったら何かというデリバティブ金融商品なんですけど、正体不明なんですね。ローン担保証券というローン担保証券を CLO っていうんですね。で、この CLO の
仕組みっていうのは、2008年にリーマンショックを引き起こしたサブプライム住宅ローンの関連商品と類似すると。米国の景気次第で価格が下がる懸念もあり、日銀はリスクに留意するよう促す報告書をまとめたということなんですね。で、この CLO と一体何かというと、これは金融、投資銀行あるいは証券会社 CLO、ここに書いてありますね。ローン担保証券の略と、金融機関が複数の企業への貸し出しローン債券を束ねて発行した証券と。で、米国の金融機関が米国企業への債券を集めて作ったものが多く、その一部を日本の金融機関が購入しているということですね。だから米国の金融機関が米国企業に貸し出すローン、これをいくつも束ねるんですね。そしてサブプライムローンの時の住宅ローンの時の関連商品、デリバティブ金融商品と同じように数十の債券をですね、一つのパッケージに入れて、中身が全然分かんないということなんですよね。そして唯一いわゆる三大格付け会社という全て国際ロシア国際金融マフィアの管理下に入っている世界最大格付け会社が最高の評価を与えたんですね。で、唯一中身が分かんないんだけど、格付け会社が最高の評価を与えているということで、こぞってですね、全世界の金融機関、あるいは個人投資家、ファンドマネージャー等々が買い漁ったということで、それが破裂したんですよね。それと同じように、この CLO っていうのは中身がよくわかんないと。金融機関が勝手に自分たちが貸し出したローンを金融商品にして、それを数十数百束ねて、一つのパッケージにして、ちょうど正月に出す、なんていうんですかね、よく各、お店が出しますよね。福袋みたいな形で、中身が何が入ってるか分かんないけど、3万円で、6万円の価値がありますよということで、みんな中身を見ないで福袋を買うわけですよね。で、大体店の信用があるから3万円以上の価値ある商品を中に入れるんですけど、この CLO 等々に関しては最悪なんですよね。いわゆる有料債券も入ってるけど、不良債権も入れてるわけですよね。で、最終的にどうなるか分かんないということで、サブプライムローンの場合は本来だったら有料貸付先として、貸し付けないような住宅ローンを低所得者にも開放するということで、最初の3年5年は低金利なんですよね。そして住宅価格が上昇してますから、低金利の期間が3年で終わるというところで、その買った住宅を売却して、ローンを支払うということが可能だったんですけど、それができない人たちは高い金利を3年以降払わざるを得ないということで、当然ながら金利負担が重いから毎月の返済が滞ってくるというのがサブプライムローンのバブルの崩壊のきっかけだったんですよね。で、これと全く同じような経緯をこの CLO が
米アメリカの金融機関が同じようなことをしているということですね。ということで、そっか、それで今日の画像ですけど、その時のこの記事のに出てきた画像ですね。あれ、ああれ、画像を印刷しなかったかな。時々忘れるんですよね。ちょっと待ってください。今印刷しますんで。農林中金が12兆円買ってるということなんですよね。何でしたっけ。こっちか。すいませんね、なんか。3週間のお休みのギャップがまだありますんで、ちょっと漏れが出てくるんですね。これか、これです。画像が出てこないと。これでいいんですかね。このまま印刷すれば出てくるんですかね。とりあえずこのまま印刷してみますね。小さいかもしれないですね。日銀が警告を発したって言うんですよね。警戒する。全然小さいですね。こういうことで、この CLO の投資残高、日本の金融機関、これで2017年は7.1兆円だったんですけど、2018年が12.7兆円ということなんですね。で、なんでこれ急増したかっていうと、結局、金利、利ざやが稼げないという状態の中で、このようないわゆる高金利が保証された危ない金融商品に手を出しているということなんですよね。これが第一です。それと第一、それと第2がですね、来週からスペインのバルセロナで、COP25 っていうんですかね、気候変動に対する、世界各、政策、気候変動対策を話し合う世界会議が、国際会議が始まるということで、世界各国でそれに対して、実効的な気候変動政策を決めろと、実行しろという世界レベルでの運動デモが開始されたということなんで、東京でもですね、このように、少女がですね、Save the Planet というものを掲げて、プラカードみたいなのを掲げてデモしたという、これ AFP の記事ですね。から3つ目が、3つ目の画像が香港でこのようにフラッシュモブのデモが起こっているということで、例の香港の理工大学ですか、香港理工大学
に立てこもって、徹底抗戦したという安田講堂以上ですよねの抵抗をして、警察がまあ中に入ったということなんですけど、これに抗議するようないわゆるフラッシュモブデモというのが、いわゆるフラッシュデモっていうのは3355突然現れるんですね、集まって。そして、このような、これ高校生なんですけど、香港の高校生が抗議をしているという写真なんですね。今日の画像は3つですね。ということです。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信中ですと。から石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますと。から砂月金さん、これは何ですか、鍋か、いわゆるこれ闇鍋か、闇鍋と同じと。そうですね、中に何が入ってるか分かんないというやつですよね。から K さん、銀行と金持ちが独占する金が金を生む不労所得金利、金融支配からの解放の戦いと無法国家日本と米国での政治支配、官僚支配、行政支配、司法支配からの解放の戦いということですね。それで砂月金さん、初めてご覧の方ということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団荒らし行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散&共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますという、毎回この注意文ですね。もともとはシカゴさんが発信してくれたんですけど、毎回、砂月さんがアップしてくれてるので非常にありがたいですね。で砂月さん、今日のメインテーマですね。今我々が生活している社会は資本主義の最終段階である超金融資本主義の社会であると。ワイワイニュースライブただいま配信中ということですね。から翔さんがコンティニューコインから拍手配信ありがとうございます。から土山純一さん、お茶爆店配信ありがとうございます。K さんコンティニューコイン、土山純一さんコンティニューコイン2枚と、K さんコンティニューコインと。そして、今日の放送の前ですね、砂月さん、シム・ウンギョン、日本の多摩シネマフォーラムで最優秀新人賞受賞と。私もこの記事、ハンギョレの記事ですね、今日トピックスで取り上げましたね。それから桜を見る会、うやむやにさせないと徹底追及求め官邸前に400メーター、すごいですね。ご苦労さんですね。から砂月さん、 NHK の滞在と本沢二郎の日本の風景3508回と。から田中龍作ジャーナル、香港発工房の後生々しく理工大学校内に入ったということですね。それから砂月さん、世界のお吸いだめ、ワシントンは決して自身は裏切らない。これはどういうことなのかね。マスコミに載らない海外記事と。11月29日付ということですね。からゆかさん、コンティニューコインが2枚ですね。はい、ありがとうございます。今までのところをアップしますね。表紙ですね。昨日のメインテーマの表紙。それから現時点での視聴者数643名様
それから明日の第25回目の根っこ勉強会のご案内ですね。ワイワイニュースライブで、ライブ中継しますと。で、各パネラーのテーマ。そしてみすみさんと私のテーマ。で、今日の画像ですね。画像は3つとも入りますかね。無理かな。マイナス6だからちょっと無理ですね。3つ目は2つ目次にします。で、今日の注目情報ですけど、これは前に、取り上げたんですけど、最軽ですね。2050年人類滅亡シンクタンクの衝撃的な未来予測という、これはニューズウィークスの日本語版。要するに気候変動がこのまま続くと、何の対策も取らないで、放置すると、いわゆる食糧危機になると。それから森林が消滅すると、砂漠化するということで、農業生産、農産物が取れなくなるということで、全世界的な飢餓状態になって、人類は2050年に滅亡するというシンクタンクの報告なんですね。で、これをやはり来週からのマドリッドでの COP25、これに合わせて、それともう一つは、今日のメインテーマと関わるんですけど、私がこの今我々が住んでるこの社会っていうのは資本主義段階の最終段階だと。超金融資本主義の段階であって、これを我々が解決、いわゆる超金融資本主義体制を解体しなければ何が待っているかというと、実体経済が消滅すると。そしてそれを解決するために世界大戦、テロ等々で人類が滅亡するんじゃないかという危機感があるんですね。だからこの先ほど取り上げたオーストラリアのシンクタンク、2050年人類は滅亡するという警告を発したというのと、から今日のメインテーマである我々が、私が提案している世界各国で、市民革命勢力が市民革命政権を樹立して金融経済に課税して、金融経済、肥大化した金融経済、実体経済を破壊する金融経済を縮小させると。せめて、実体経済と同じレベル、1対1ぐらいまで縮小させないと大変なことになるよというのと同じなんですよね。ということです。ぜひこの記事読んでください。これは今年の6月の7日付のニューズウィーク日本語版の記事なんですね。そして、今日の推奨本の朗読ですね。
このジム・ロジャーズさんの日本への警告ということで、彼は国際投資家として、有名ですけど、彼が、この間ずっとこの本を読んできてですね、投資家にはやはり2種類あるんじゃないかと。で彼は当然ながら金融経済へ投資するという投資家とともに、実体経済の発展のために投資するという、いわゆる本来の投資家の側面も持っているということなんですよね。で、いわゆるジョージ・ソロスとかですね、等々のいわゆる世界の大金持ちの国際投資家っていうのは、ほとんどほぼ 99.9% は金融経済への投機ですねによって財を成したということなんですけど、彼が、ジム・ロジャーズが実体経済のことをよく知ってるわけですよね。それで彼の、この間ずっと読んできたことを考えると、彼はどっちかっていうと本来の投資家、実体経済の成長発展のために投資するという本来の投資家に近いんじゃないかというふうに私は思い始めたんですね。ということで、今日の読むところは第47回目の朗読、第4章、家族とお金を守るために私が学んだ9つの成功法則の最後ですね。何のために稼ぐのかを忘れるなということで、ここを読みます。ここは3ページですね。何のために稼ぐのかを忘れるなと。前項において必要最低限のお金を稼ぐ意義について触れたと。それでは安心して生活できるようになってもまだ稼ぐ必要があると思うだろうか。これは人それぞれの答えが異なると。私にとってお金とは自由だと。私は物を買うためにお金が欲しかったわけではないと。ただ自分が望むときに自分が望むことができるようになるためにお金を稼いできたのだと。私は一度の人生で人が体験するよりも多くのことを体験したいと思ったと。冒険をしたいと。私はいつか人生を振り返って、素晴らしい時間を過ごした、すごく楽しかったと思いたいから、そのためにお金を稼いできたんだと。だから私はいくらお金持ちになっても、自動車や家、飛行機、船といったものを欲しいと思うことがなかったと。いわゆる過敏な暮らしには全く興味がなく、長い間自家用車も持っていなかったし、娘たちの学校の送り迎えにも自転車を使ってきたと。ショッピング自体さして好きではないと。幸福とお金の関係を考えるときに思い出すのが、世界旅行の時に見たシベリアやアフリカの子どもたちが壊れた車輪を使ってとても楽しそうに遊んでいた光景だと。あの子たちは何も持っていなかったが、自分が持っていないことを知らず気にもしてなかったと。その一方で、金持ちでも不幸な人はいくらでもいると。それは働き詰めだからかもしれないし、情熱を見つけられていないからなのかもしれないと。日本人の中にもそうした人は少なくないだろうと。もしあなたがお金を稼いでいるのに幸福を感じられていないのであれば、何かを間違えていると。そうした人は私のようにリタイアをしてバイクで世界一周旅行をすれば、もしかすると今よりずっと幸せになれるかもしれないと。いくばっかのお金が減ったとしてもと。自分が幸せでさえいれば仕事を続けたってもちろん構わないと。ウォーレン・パフェットは名跡で立派な人物だが、あれだけ稼いでもまだ仕事を続けているではないかと。彼は自らの幸福のために日々投資家として手腕を振るっているのだと。ジョージ・ソロスもそうなのかもしれないと。もっとも彼とはもう40年も会っていないから、彼について語るのは最初の妻について語るようなもんだがと。一時期私の下で働いていた年上の男性は104歳になっても毎日オフィスに通勤していたと。彼は実際は超大
金持ちだったのだが、最後まで仕事をしながら亡くなったと。このことについて、お金持ちなんだからリタイアすればいいのにと考えるのは見当違いだと。彼は自分が大好きなことをしていたのだからと。幸福を手にしなければ自分の思い通りのやり方を選ばなくてはならないと。これが結論だと。幸福を手にしたければ自分の思い通りのやり方を選ばなくてはならないと。これが結論だと。私がバイクで世界一周旅行をしていたところ、周りの人から大金持ちなんだから飛行機で回ればいいじゃないかと。殺されるかもしれないぞとよく言われたもんだと。だが私は飛行機ではダメだと答えたと。私はバイクで世界一周することを全く恐れていなかったと。殺される可能性があることは十分に認識していたが、たとえ殺されたとしても私は自分のやりたいことをしながら死ぬのだから構わないと思っていたんだ。もしニューヨークでバスにひかれたりオフィスのパソコンの前で死んだりしたら、私にとって不幸なことだが、思い通り生きてから死ぬのは決して不幸なことではないと私は思うと。自分自身にとって幸福な生き方をすることこそが成功に他ならないと。このことを忘れずに生きていきたいもんだということですね。ただここで、欠けてんのが私がいつも引用する座右の銘としての中で引用する最初にですね、世界、宮沢賢治の言葉ですよね。世界全体が幸福にならなければ自分の幸福などありえないということなんですね。だからここの違いでしょうね。ジム・ロジャーズと宮沢賢治の違いっていうのはね、あるいは私との違いはここでしょうね。ということです。今日読んだところのタイトルだけマイナス6。ということです。そして今日のメインテーマですね。現在、時間として33分20秒。早いですね。35名様、全体で57名様、コメント16件ということですね。今日のメインテーマですね。今我々が生活している社会は資本主義の最終段階である超金融資本主義の社会であると。ナンバー1。で、資本主義社会の次に共産主義社会は来るのかということなんですね。で、マルクスとエンゲルスは1848年に発表した共産党宣言の中で、共産主義前衛党に、指導された世界各国の労働者階級は労働者革命を起こして資本主義を打倒して共産主義社会を建設すべきだと主張したんですね。で、要するに彼らは資本家に搾取され抑圧され支配されている労働者階級は団結して労働者革命を起こして資本家が独占する生産手段を労働者階級が所有管理できれば自由で平等な共産主義社会を作り出すことができるんだというふうに主張したんですね。しかし人間が資本に依存して生きている以上、資本主義を超えることはできないんだと。ですなわちマルクスとエンゲルスが理想とした共産主義社会は
前衛党に率いられた労働者階級が労働者革命によって資本主義を打倒消滅させて、資本から解放された全く新しい社会ではありえないと。共産主義社会とはあくまでも資本主義の一段階のことを言うんだということなんね。だからおそらくマルクスの共産主義とか社会主義とか、あるいはマルクスの共産党宣言とかですね、あるいは資本論等々を読んだ、我々含めたマルクス主義に一時期傾倒した人っていうのは今でも、労働者革命によって資本主義を打倒すれば次の社会は共産主義社会であり、平等で、搾取とか支配とか抑圧がない理想的な社会が来るんだというふうに、信じてる人が多いと思うんですけど、でも資本主義社会を打倒した後、全く別の共産主義社会が来るというのは誤りであり幻想であり間違っていると思うんですね。あくまでも資本主義っていうのは変わらないんですよね。変わるのはその歴史的な過程の中で、歴史的な段階があるということでしかないということで、全て、人間というのは物に依存するということから解放されることはありえないですから、資本主義の段階は違うけど資本主義自体から解放されることはありえないというのが私の持論なんですよね。それじゃあ資本主義の歴史的段階とは一体何なのかということなんですけど、人間の歴史は人間が自然に存在するもの、資本を採取狩猟して利用した資本主義の第一段階である採取狩猟経済から始まり、以下のような歴史的段階を経て現在我々が生きている超資本主義の資本主義の第6段階に来たと。だから現在我々が生活している超金融資本主義っていうのは資本主義の第6段階だと。で私に言わせれば最終段階だというところで、どん詰まりに来ているということなんですね。で歴史的な段階は何かというと、資本主義第一段階っていうのは採取あるいは狩猟するという経済ですね。採取狩猟による自給自足物々交換経済だと。からそこから始まって第2段階農業経済と、農業による自給自足物々交換経済社会であり、農家などの貨幣が流通し始めると。物々交換にはそうですよね、長持ちして、軽いものがいいんですね。で紙の存在はまずないですから、いわゆる金属石とかあるいは金属が貨幣として用いられたというのがこの第2段階の農業経済と。から第3段階になると農業資本主義の段階なんですね。で、農業資本主義っていうのはいわゆる領主と農土という階級が発生するんですね。で封建領主が土地を独占して農民を支配すると。でヨーロッパ各国には世俗権力としての絶対王政とから神権神の権利としてのバチカン教皇権力の二重権力が登場したというのが農業資本主義の段階ということですね。でその当時にいわゆる金細工師っていうのが登場し、彼は
材料の金をですね、貯蔵するためにしっかりした頑丈な金庫を持ってたんですね。で、人はその金庫に貴重なものを預けて、預かり料を払って、そして預かった証書、預かり証をもらってるということが始まったんですね。で、この金細工師っていうのは、人々が預けた金、銀等々の貴重品っていうのは、一度に全員が物を取りに来るということはありえないんですね、統計、体験上。ということで、預かり証をですね、自分で発行して、それを流通させるというふうになって、銀行の始まりを、銀行の一番最初の段階に、この金細工師たちが銀行業を始めたというんですね。で、第4段階、これは商業資本主義ということで、農業資本主義の段階から発達して商人というのが登場して、その商人が商品の生産と流通を支配すると。そして消費を拡大させて商業資本の蓄積を実現したということですね。商業資本主義と。これは第4段階で、金細工師は金貸業から銀行家になるということで、金貸証文が紙幣となって市場に流通し始めるということで、1694年世界で最初の銀行、イングランド銀行が設立されたっていうのが、この商業資本主義の段階ですね。1694年で、5番目、資本主義の第5段階の産業資本主義ということで、銀行の信用創造によって、紙幣マネーが印刷され急増したと。で、この紙幣マネーは主に、産業育成と拡大に投資されたんですね。で、実体経済の飛躍的拡大を実現させたんですね。で、ロスヤード家っていうのは1881年にイングランド銀行を支配に置いて、米国の通貨発行権と管理権を手中に収めたということで、産業資本主義だから、マルクス・エンゲルスが共産党宣言を書いた時期と重なるんですね。産業資本主義の段階なんですね。だから立派に、ロシアードが登場している時期なんですね。で、第6段階が金融資本主義と。で、銀行の信用創造による紙幣マネーが急増して莫大な投機マネーを生み出したと。で、この投機マネー経済が実体経済を凌駕するという段階が金融資本主義なんですね。しかし、金本位制度によって投機マネー経済と実体経済の経済規模は金の総量に制限されたということで、金と連動してますんで、銀行が発行する信用創造で紙幣を発行する紙幣っていうのは金とリンクしてたから、その銀行が持ってる金の総量に制限されるということだったんですね。これが金融資本主義の段階で、ロスチャイルドは1913年アメリカに FRB をでっち上げ、暴力的に設立し、米国の通貨発行権と管理権を手中に収めたということで、ロシアルというのはイングランド銀行を1881年にイングランド銀行を支配下に置いた
そして1913年に FRB を謀略的に設立して、米国の通貨発行権と管理権を手中に収めたということなんね。そして、第6段階の現在の超金融資本主義の段階と、これは1971年のいわゆるニクソン大統領がドル金の打艦停止を発表と、いわゆるニクソンショックによって投機マネー経済と実体経済の経済規模は金の裏付けがなくなって無限拡大が可能になったんだと。だから超金融資本主義の開始っていうのは1971年だと思うんですね。ですからこのロシアの国際金融マフィアが支配する各国の中央銀行は政府に干渉されることなく紙幣マネーを大量に、創造する、印刷すると。で、莫大な投機マネー市場、博打経済である金融経済を実体経済の数十倍規模まで膨張させたんだと。これが今我々が生活している資本主義の第6段階、超金融資本主義の段階なんですね。その結果、世界各国で人々の役に立ち価値を生み出す実体経済が価値を生まない、博打経済である金融経済に破壊され始めたと。その結果、大格差社会が生まれ、戦争が生まれ、テロが生まれ、そして貧困が生まれ、難民が生まれるという、それが拡大再生産されているということなんだね。それで、ナンバー1はこれで終わりなんですけど、ナンバー2の課題、なぜそれじゃあ資本主義の第6段階である現在の超金融資本主義が最終段階なのかという重大なテーマなんですけど、これはまあナンバー2に続くということなんですね。ということで、今日のテーマは人類の歴史の中で、資本主義っていうのはずっと続くということで、各段階において、その性格を変えてきたということなんですね。だから資本主義が労働者革命によって共産主義革命によって、資本主義を打倒消滅させた後、共産主義社会主義という理想的な社会が生まれんだというのは幻想でしかないということなんですね。というのが今日のメインテーマです。ちょっとポイントだけアップしますかね。今日のメインテーマ。資本主義社会の後に共産主義社会は来るのかと。12か。打倒して共産主義社会を建設すべきだというふうに主張したんですね。資本家たちに、搾取され抑圧され支配されている各国の労働者階級は前衛的な共産党に指導され労働者革命を起こして資本家からこれですね、
資本家に抑圧され、搾取され抑圧され支配されている労働者階級は団結して労働者革命を起こして資本家が独占する生産手段を労働者階級が所有管理できれば自由で平等な共産主義社会を作り出すことができるということを主張したんですね。しかし人間が物資本に依存して生きている以上資本主義を超えることはできないんだと。だから霞かなんか食ってれば資本主義を超えることができるんですけどね。すなわちマルクス・エンゲルスが理想とした共産主義社会は労働者党に率いられた前衛党に率いられた労働者階級が労働者革命によって資本主義を打倒消滅させて資本から解放された全く新しい社会ではありえないと。それは幻想なんですよね。共産主義社会とはあくまでも資本主義の一段階のことを言うんだと。じゃあ資本主義の歴史的段階とは何かということですね。で、人類の歴史というのは人間が自然に存在するもの資本を採取狩猟して利用した資本主義第一段階である搾取狩猟経済から始まり以下のような歴史的段階を経て現在我々が生きている第6段階に来たということなんですね。で第1段階は狩猟ですね。狩猟採取。キララカットさん、お茶爆10とコンティニューコインですね。砂月金さん、コンティニューコインから第2段階、これが農業経済ということで、農業による自給自足物々交換経済社会で農家などの貨幣が流通し始めるということですね。で次に農業第3段階農業資本主義ということで、農業の中から力を得たものが土地を支配すると。そして領主になると封建領主になるとが土地を独占し農民を支配すると。で、ヨーロッパ各地ではこの世俗権力としての封建領主とそれから神権であるバチカンローマの教皇の二重支配構造が登場するということなんですね。で、この時から金沢氏が持ってた頑丈な金庫に人々が金とか銀とか大事なものをですね預けると。貸金庫みたいな形で預かり書を渡すということですね。で後にこの預かり証が紙幣になるということで金細工師が金貸しから銀行家になるということなんですね。農業資本主義農業資本主義が
で農業資本主義から商業資本主義だから農産物をの流通を支配する商人が力を持ってくるんですね。で金細工師が金貸しから銀行家となって商門が紙幣となって流通し始めるということで、イングランド銀行が1694年に世界で初めて銀行が登場したということなんですね。で次に第5段階だと産業資本主義ということで、銀行の信用創造による紙幣マネーが急増したと。でこの紙幣マネーは主に産業育成と拡大に投資され、自体経済の飛躍的な拡大に貢献したということですね。でロスチャイルド家は1881年にイングランド銀行を支配下に置き、英国の通貨発行権と、ここまでか。だから産業資本主義っていうのは銀行が実体経済の育成に投資したんですね。だからまともなんですよね。それによって産業革命が起こったと。でロスチャイルドが1881年にイングランド銀行を支配下に収めて、紙幣の発行権と管理権を手中に収めたと。で第6段階金融資本主義ということですね。で銀行の信用創造によって、紙幣マネーが急増して莫大な投機マネーを生み出し、投機マネー経済が実体経済を凌駕したということですよね。そして、しかし金本位制度によってその投機マネーの経済とそれから実体経済の規模っていうのはその銀行が持っている金の総量に制限されるということだったんですね。でロスチャイルドが1913年にアメリカ連邦 FRB を謀略的に設立して米国の通発行権と管理権を支配下に置いたということですね。謀略的にっていうのを入れないとダメなんだ。合法的なんですけど謀略なんですよ。謀略。1913年。そして、第7段階だ。間違えましたね、私、数を。これはニクソンショック、1971年で、ドルと金の打艦を停止するっていうんですけど、停止じゃなくてやめちゃったんですね。第7。第7段階ですね。ニクソンショックによって、要するに今までは金の総量の制限があったんですけど、信用創造の制限
が枠が取っ払われたと。ということは、ロシアと国際金融マフィアが支配する各国の中央銀行、これ中国以外は全部そうですね。唯一中国だけがまだロシアが金融支配できてないと。政府に干渉されることなく投機マネーを大量増刷して莫大な投機マネー、市場博打経済である金融経済を実体経済の数十倍規模に膨張させたと。これが現在我々が生きている生活している超金融資本主義の段階と第7段階なんですね。でその結果何が起こったかと。世界各国で人々の役に立ち価値を生み出す実体経済が価値を生まない博打経済である金融経済に破壊され始めたと。その結果大格差社会が生まれ、その結果戦争とテロ、難民が日々生み出せるという大変な社会になっちゃったということなんですね。で次のテーマですね。なぜ資本主義のこれ第6じゃなくて第7段階が資本主義の最終段階なのかと。でここまでなんですね、今日のメインテーマは。ということです。やはり、たまにはあれですね、俯瞰的な視点から人類全体の歴史の中で我々が一体どの段階を今生活しているのかということを俯瞰鳥の目で見る必要があるんですね。ということです。時間が62分53秒56秒38名様85名様コメント39件ですね。今日のトピックスで先ほど画像でお見せしたリーマン類似、投資急増農林中金など3社 CLO 計12兆円と東京新聞。やばいよということですよね。リーマンショックだ。これとおそらくトム・ジョーンズが私が思ってた以上に金融危機、世界金融危機の到来が早まると、数ヶ月以内だという彼は言ってるんですね。インタビューの中で、対談の中で。そしたらこれがあるんじゃないですか。アメリカで、いわゆる CLO みたいなデリバティブ金融商品がもう蔓延しちゃってると。もうパンパンになって膨れ上がってると。破綻し始めてるという情報を彼は掴んでるんでしょうね。次、世界各国で、気候変動対策訴えるデモと。COP25 開幕前にということですね。リーマンショック以上の規模で来るでしょうね、来年。すでにその予兆が始まっているということで、彼は自分のアンテナでですね、ロジャースは自分のアンテナで捉えてるんですね。だから自分が思ってたよりも早く来ると前から言ってますよね。未曾有の世界恐慌、金融恐慌が来ると
それはいつか分かんないけど来ると、必ず来ると。そしてこのインタビューの中で、昨日紹介したインタビューの中で、数ヶ月からこの世界経済の破壊が始まるんだというふうにはっきり言ってるんですよね。これが1、2か、あれ、気候変動、ブラックマンデークラスでしょうと、砂月さん。1929年のニューヨークの株価暴落による世界恐慌、それ以上じゃないですか。これがあれですね、COP25、来週開催前に世界各地で、気候変動対策を訴えるデモが行われたと。から3つ目が香港ですね。フラッシュモブのデモが香港各地で行われているという記事ですね。それから中曽根元首相が101歳で死亡したという、これでほとんど全ての記事が彼の業績を称賛してるんですけど、ふざけんじゃないと。本来だったら獄中死すべきような権力犯罪者ですよ、中曽根で。ロッキード事件も本来だったら彼が防衛庁長官の時に、アメリカの米国ロッキード社製の哨戒機を防衛庁が調達して、そのリベートを彼はポケットに入れたというのが本命だったんですね。でそれをアメリカが中曽根は罪に問わないと、免責するということで、その代わりに田中角栄が生贄になったと。ロッキード事件の真相はそういうことですよね。101歳で、獄中で、死を迎えるべき権力犯罪者がなんで、権力犯罪を免罪免責され、逆に日米同盟強化にものすごく貢献したと。あるいは国鉄の民営化等々で構造改革を推進したということで、称賛されるような追悼記事ばっかが出てくるっていうのはおかしいんじゃないのと。で彼が首相の時にレーガンと仲良くなって、1985年のいわゆるアメリカの貿易赤字、財政赤字を解消するために円安を1年で倍の円高に持っていくという協定を結んだんですね。その結果急激な円高不況が来るということで、日銀が金利を下げ、そして大胆な大幅な金融緩和をして平成バブルが発生したという、そのきっかけを作ったのがこいつですよね。で彼がその前一番最初の彼の権力犯罪っていうのは今日の、注目記事の中で取り上げましたけど、従軍慰安婦、彼が主刑大尉かなんかの時に、占領している東南アジア各地で、従軍慰安婦慰安所を設立する資金を彼が
手当てしたというのを自ら自慢してるんですよね。そして2つ目が戦後防衛庁じゃなくて科学技術庁長官になった時に、アイゼンハワーが唱えたいわゆる核の平和的利用という大キャンペーンに彼は日本側の受け手として大キャンペーンを張って、原発原子力の平和利用ということで、原発の推進に、中心的に役割を果たしたと。そして3つ目がプラザ合意ですよね。1985年の。それによって、急激な円高不況が来るというきっかけを作って平成バブルの到来を彼が仕掛けたということでしょう。そしてその前に、国鉄の民営化ということで、新自由主義の旗振り役をして、総評を解体し、日本の労働組合の中で一番先頭的だった国労を解体すると。そのために民営化をやったんだという彼は本音を言ってるんですよね。それからロッキードということで、もう彼の犯した権力犯罪っていうのは一つや二つじゃないですよね。で一つ一つがものすごい日本国民にとっては重大な損害を与えているということなんですけど、それが全部免罪免責され、でしかも獄中で死ぬことなく、101歳まで、流られたと言って、一体どういうことなんだということでしょうね。だから今の安倍晋三に続く自民党の一党独裁体制の中心人物ですよ。中曽根が国鉄を潰し、小泉氏が何これ郵政を潰さなければ日本のブラック企業は今ほど無知はできないと、そういうことでしょうね。原発の拡散も中曽根、そうですよ。原発もそうですよね。だからすごいですよ、彼のやった権力犯罪っていうのは。それを一切どこのメディアもそのことを言わないということでしょうね。のこのこさん、お茶ばくってます。生きてるうちに慰安婦の真相を語ってほしかったと。絶対言わないでしょうね、彼は。だから自慢はするんですよね。国労を解体したのは戦闘的な労組を粉砕するためだったと。国労の民営化の目的、本当の目的は自分が自慢するに関しては本音を言うんですよね、彼はね。それから中曽根、そして、先ほどシム・ウンギョンさんが日本の多摩シネマフォーラムで最優秀新人女優賞を受賞したというハンギョレ新聞ですね。日本の新聞記事にはあんまり出てこないんじゃないですかね。これ砂ずきんさんもアップしてくれてましたけど、いわゆる新聞記者で望月、記者を日本語で熱演してたんですね。で本来だったら日本人の女優が務めるべき役だけど、みんな断られたらしいですね。要するに政治的すぎると。もしもそんな映画に出たらその後のキャリアに傷がつくということで、みんなが辞退したということで、逆に彼女にとっては良かったですね。
SIM 運用さんにとってはいいチャンスが訪れたということでしょうね。砂月さん、前川喜平さんの例ではあるけどと。ということと、それから最後ですね、今日の注目情報、これ中曽根、死去で改めて振り返る慰安婦、従軍慰安婦長曽根の慰安所を作った証言と土人女を集めた慰安所解説、防衛省文書ということで、防衛省に文書がシュートこれは何だろう。シュートか。そうなの？中曽根っていうのは前川喜平さんのシュートなの？へえ。ということは何？中曽根の娘と結婚したんですかね。それは知らなかった。今日の重要情報ですね。これはれっきとした公文書として防衛省が持ってるんですよ。土地女を集めて慰安所を作ったと。その予算を俺が確保したんだというふうに自慢話をしてるんですよね、彼はね。ということです。ということで今日の放送、金曜日の放送はこれで終わりですね。時間が1時間17分23秒。40名様、全体で100名様、コメントが52件ということです。ということで、現在、日本時間で、もう11時の夜の11時3分ですね。ということで、遅くなりましたけどお疲れ様でした。今日の放送これで終わります。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。お疲れ様でしたということで砂月さんですね。ということで、明日土曜日ですけど、ご案内しましたように午後5時から7時まで第25回目の根っこ勉強会を中継しますんで、ぜひ、お時間があればご覧くださいということです。そして、また月曜日ですね、よろしければまた合流してくださいということでお疲れ様でした。今日の放送これで終わります。